新人のじじいは留守番ね。社員旅行の日、俺の分の旅行券をビリビリに破られ、そんなことを言われた。俺はこの会社に転職してきたばかりで、確かに新人だ。しかし、目の前の年下の課長は、俺のことをいびって楽しんでいるように見える。この人はもともと問題のある人物だと親切な社員から教えてもらっていた。でもまさかここまでするとは思わなかった。呆然とする俺を見て、年下の課長はゲラゲラと下品な笑い声を上げながら立ち去っていった。その後ろ姿を見て、俺はとある決心をしたのだった。俺はどこにでもいる60代のおっさんだ。今までずっとバリバリと働いてきたのだが、最近は早めに隠居するのもいいな、と考えていた。同い年で友人の小野は、まだまだ現役だろ、と言ってくれるが、あいにく俺は体力も気力も有り余っている小野とは違う。きっと小野は一生現役なんだろうな、と思っていた。しかし、ある日のこと。小野、大丈夫か？大丈夫だよ。まったく、医者のやつ、大げさにしやがって。小野が倒れたという知らせを受けて、俺は慌てて病院へ駆けつけた。ベッドに横たわっている小野は相変わらずの憎まれ口を叩いているが、その顔色は若干悪い。聞けば長年の疲労が蓄積して体のあちこちにガタが来ているらしい。俺は元気なんだけどよ、この調子じゃいつ会社に戻れるかわからねえ。というか、このまま一生会社に戻れねえかもな。そんな。そこでお前に頼みがある。頼み？俺の代わりに俺の会社で働いてくれないか？小野曰く、彼が勤めている会社はここ数年業績不振が続いていて、現在改革の最中だそうだ。社員を入れ替えたり、新しい体制やルールを策定したり、その甲斐があり、業績は徐々に回復傾向にあるそうだ。しかし、この大変な時期に穴を開けるわけにはいかない。そういうわけで、俺が彼の穴埋めをしてほしいという頼みだった。でも、俺はただのおっさんだぞ。お前にしか頼めないんだよ。実は、俺と小野は幼なじみで、もう半世紀以上の付き合いになる仲だ。俺は小さい頃気の弱い子供で、周りからいじられることも多かったのだが、いつも小野が助けてくれていた。小野は俺にとって一番の恩人だ。その恩人の頼みとあれば断るわけにはいかない。わかった。俺に任せておけ。そして俺は小野の会社へ転職することになった。元いた会社は前から早めの隠居を考えていたため、引き継ぎの準備は済ませてあった。無事に引き継ぎを終えて小野の会社へ向かう。今日は顔見せをするだけのはずだったのだが。あなた、新人の寺田さん？違いますよ。そうなんですか。まあいいや、ちょっと手伝ってくれますか？この荷物を急いで倉庫に運んでください。集荷の時間がもうすぐなんですよ。会社に入ると、中は慌ただしい雰囲気が漂っていた。辺りをキョロキョロ見渡していると、30代くらいの元気な女性社員に捕まり、いつの間にか業務を手伝う羽目になった。なんだ、そいつは。新人さんです。忙しいので手伝ってもらってます。ああ、そう。通りかかった若い男性が俺をじろじろと見る。いいくらい忙しいからって、あんなボケっとしたじじいを雇うなんて。ぶつくさと俺の悪口を言っているのが聞こえてしまう。女性社員はそれに構わず、俺に次々と荷物を押し付けた。
よし、これで終わり。助かりました。いえいえ、お役に立てて光栄です。いきなりごめんなさいね。私一人じゃ間に合いませんでしたよ。今この会社結構大変なんです。業績回復のためにいろいろ新しいことやってたんですけど、社長が突然退任を発表しちゃって。社内全体がかなり忙しそうですね。そうなんですよ。新しい人をたくさん採用して、まだ顔と名前が一致しない人も多くて。つい話し込んじゃった。手伝ってくれてありがとうございました。これはお礼です。そう言って女性社員は俺にお菓子を握らせる。ああ、これはどうも。じゃ、私はこれで。まだ仕事がたくさんあるんですよ。女性社員はにこやかにそう言うと、そそくさとその場を後にした。あの女性社員はとてもいい人っぽいが、先ほどの若い男性は、他の社員が忙しいのにもかかわらず、自分のデスクで優雅にコーヒーをすすっていた。それに初対面の俺に対するあの暴言。なんだか大変なところに転職してしまったかな。しかし、小野の頼みを今さら断るわけにはいかない。病気で大変な思いをしている友人のために、俺はこの会社で全力を尽くそうと改めて決意した。そして1週間後、正式な着任はまだ先なのだが、秘書課に提出しなければならない書類があったので、再び会社へ赴く。今日は先日と比べると落ち着いている様子だが、相変わらずみんな忙しそうに働いていた。さて、秘書課は、キョロキョロと辺りを見渡していると、ドンと俺の右肩に衝撃が走った。いた。気をつけろよ。振り返ると不機嫌な顔をした例の若い男性がいた。ああ、お前この前のやつか。前見て歩けよ。危ねえだろ。俺は立ち止まっていたのだが、周りをよく見ずにぶつかってきたのはこの男性の方だ。しかしイライラとした様子で俺を睨みつける男性に何か言い返したところで、ろくな結果にならないのは目に見えている。ここは穏便に済ませようと、俺は愛想笑いを浮かべて謝罪した。すみません。では俺はこれで。おい、待てよ。お前のせいでコーヒーがこぼれただろ。ここ掃除しておけよ。男性が床を指さす。そこには少しだけコーヒーが落ちていた。いや、なんで俺が？思わずそう言い返してしまい、男性の顔が一気に怒りに満ちるのを見てしまったと思った。てめえ、俺に逆らう気か？新人のじじいのくせに。俺はこの会社の課長なんだぞ。若手で一番の有望株だ。てめえみたいに先のないじじいとは違うんだよ。男性の怒鳴り声を真正面から浴びてしまい、その声の大きさに思わず顔をしかめてしまう。お前、どこの課だか知らねえけど、これから先、平穏無事に働けるとは思わねえことだな。俺が目いっぱいこき使ってやるからな。男性は俺の返事も聞かず、ドスドスと大きな足音を立てて立ち去ってしまった。なんなんだあの人は。大丈夫でしたか？恐る恐るといった様子で俺に声をかけてきたのは、先日俺に仕事を押し付けてきた女性社員だ。あなたは？そういえば自己紹介がまだでしたね。私、相田と申します。女性がにこりと笑う。これはどうも。俺は伊崎と申します。伊崎さんですね。先日はありがとうございました。いえいえ。さっきの人はどういう？あの人は田原さんって方で、まだ30歳なのに若くして課長になったんで、仕事はできるんですけど、ちょっと問題がありまして。問題？と俺が首をかしげると、相田さんはキョロキョロと辺りを見渡し、
こう耳打ちした。性格が最悪なんです。ターゲットにした人間をいびり倒して退職させるのが趣味みたいな感じで。頭はいいし仕事はできるし、取引先に対しては愛想がいいから評判もいいんですけど、社内では厄介な人って扱いなんです。相田さんは大きくため息をついた。先日も一人社員が辞めちゃったんですけど、噂では田原さんのパワハラが原因だそうで、まあ証拠は何もないんですけどね。ひどいですね。こんなこと言うと脅しに聞こえるかもしれませんけど、もしかしたら今度は伊崎さんがターゲットになったのかもしれません。先ほどの田原さんの顔を思い出す。彼は俺に対して怒っていたけれど、その怒りの顔の中に少しだけ楽しそうな様子がうかがえた。なるほど、と納得した。世の中には一定数理解できない人間がいる。他人を見下しバカにして足を引っ張って貶めることが楽しいと感じる人間もいるのだ。田原さんはそういう類の人間らしい。気をつけてくださいね。何か困ったことがあったら遠慮なく私に相談してください。まあ私は総務課の平社員なので大した力はありませんが。いえ、心強いです。ありがとうございます。少ししょんぼりとした様子の相田さんに俺は笑顔で答える。まさか友人の会社にあんな人間がいるとは。なんとかしなければと俺は考えを巡らせた。それから数週間後、忙しさも一段落して社員旅行の日を迎える。今年の社員旅行はかなり奮発してバリに行くことになった。その旅行先のバリで新社長の発表と就任式を行うらしい。楽しみだなあ、バリ旅行。新人の俺もバリ旅行に参加できることになり、ウキウキ気分でスーツケースを引いて会社へ向かう。会社に集合してバスに乗り、そのまま空港へ向かうらしい。さすがに社員全員で行くわけにはいかないので、何名かの社員は会社に残って業務を行っている。航空券は集合場所で手渡しされるそうなので、いそいそと向かうが。来たな。俺の目の前に田原さんがニヤニヤと嫌な笑みを浮かべて立ちはだかる。おはようございます。お前は旅行に不参加な。は？新人のじじいがバリ旅行なんて贅沢すぎるだろ。会社に残って仕事しろ。そして俺の目の前に航空券を突きつける。あ、それは俺の。新人のじじいは留守番ね。そう言うと俺の目の前で航空券をビリビリと破ったではないか。あまりの出来事に呆然としていると田原さんがゲラゲラと笑い声を上げる。すっきりした。ざまあ見ろ。お前は惨めに留守番してな。そして俺を置いて立ち去ってしまった。今まで何を言われても我慢してきたが、これはさすがにひどすぎる。ちょっとお仕置きが必要だな。そして俺はスマホを取り出すと、とある手続きに入った。そして社員旅行のバリに到着。社員たちの一部は後から合流する部長の新田さんを空港で待ち構えていた。いやー、遅くなってすまない。どうしても仕事の都合がつかなくて別の便になってしまったよ。遅いですよ部長。早速観光を楽しみましょう。ようやく到着した新田さんにヘラヘラとした笑みを浮かべてあからさまなごますりをする田原さん。田原さんの本性を知っている相田さんや他の社員はその様子を冷めた目で見ていた。新田さんはそれに気づかず何やら辺りをキョロキョロと見渡している。部長、どうしたんですか？いや、新しい社長はどこかなと思ってね。秘書課の人たちは忙しくて一人も来れないから私が社長のサポートを任されているんだ。そうなんですか？
まだお前たちは新しい社長は会ってないから顔を知らないよな。社長に連絡してみるか。そして新田さんがスマホを操作すると、俺のズボンのポケットに入れていたスマホから着信音が鳴った。はい、もしもし。社長、今どこにいるんですか？ここにいるよ。君と同じ便に乗っていたみたいだ。新田さんが振り向き、社員たちも振り向く。田原さんは現れた俺を見て飛び上がりそうなほど驚いていた。はあ？なんでお前がここに？いやー、先ほどはどうも。社長、田原と知り合いなんですか？知り合いっていうか、俺、この人に航空券をビリビリに破られたんだよ。新田さんが驚きの目で田原を見る。相田さんは新田さんが俺を社長と呼んでいることに驚いた様子だったが、新田さんは田原のやったことを聞き、それ以上に驚きの顔を見せていた。新人のじじいは留守番してろとか言われちゃってさ。いや、参ったね。おかげで自腹でここに来る羽目になっちゃったよ。ビジネスクラスが空いていたからよかったけど、結構痛い出費になったね。ニコニコと笑う俺とは対照的に、社員たちの空気は冷たいものに変わっていく。そう、俺は友人の小野からこの会社の新社長になるよう頼まれたのだ。相田さんが言っていた突然退任の発表をした社長というのは俺の友人の小野のことだ。俺はもともと別の会社で会長を務めていたのだが、隠居を考えていたところに小野から頼まれ、現在に至るというわけだ。俺は一代で会社を起こし、かなり大きく成長させた。小野は俺のその手腕を買ってくれたのだろう。俺はちょっとしたサプライズが好きな性格で、新社長の発表まで社員には内緒にしてほしいと依頼。新田さんや一部の社員以外は俺の正体を知らなかったというわけだ。まあ黙ってた俺も悪いとは思うけどさ、担任に対してあんなひどいことをするのはどうかと思うよ。君、一体どういう神経してるの？それは誤解です。何が誤解なの？君、俺に向かってボケっとしたじじいとか、目いっぱいこき使ってやるとか、散々なこと言ったよね。自分がこぼしたコーヒーを掃除させようとしてきたし。今まで自分でも気づかなかったのだが、俺は案外しつこい性格らしい。新田さんたちの前で今まで田原さんから受けた数々の仕打ちを暴露していった。違う。この人の言ってることは全部嘘です。信じないでください。俺に追及され何を思ったか、田原さんは俺のことを嘘つき呼ばわりし始めた。しかし、嘘なんかじゃありません。私、田原さんが社長にひどいこと言ったのを聞いていました。相田さんが大きな声で田原さんの言い訳を遮る。それは本当か？はい。てめえ。ブルブルと震える田原さん。新田さんは最初信じられないといった様子だったが、相田さんの真剣な目を見て彼女を信じることに決めたらしい。田原、帰国したら話がある。役員たちには俺から報告しておくぞ。そんな、待ってください、部長。社長、申し訳ございませんでした。我が社はこのような社員ばかりではないので、そこはどうぞ誤解なきよう。それは大丈夫ですよ。俺がにこりと笑うと、新田さんはほっとした表情を浮かべた。その後、社員旅行中の田原さんは死んだような顔をして過ごしていた。そして帰国後、田原さんはすぐさま役員たちに呼び出される。その場にはもちろん新社長として俺も座っていた。田原さんは泣きながら俺に向かって土下座したけれど、そう簡単に許すわけにはいかない。結果、彼は降格処分の上異動となった。異動先で成果が出せなければ彼はクビになる。心を入れ替えて頑張ってほしいものだが、多分それは期待できないだろう。相田さんからはあの後、社長をこき使ってしまいすみませんでした。と丁寧に謝ってもらった。
俺としては社員の役に立てることは嬉しいので、今後も遠慮なくこき使ってほしいと伝えてある。入院中の小野の病状も回復しているし、彼がもっと元気になれるよう、俺は全力を尽くしてこの会社を良くしていこうと思っているよ。